ボディ効かすことばっかり考えてたんで、カウンターとか、タイミングのことばっかり考えてやってたんですよ。相手の打ちたいタイミングっていうのをどうやってこう測っていくのかっていうのが一番のポイントだと思ってて、で足開いて持ってって、やっぱいろんな選手がいるんで、どんな相手にも当てられるようにちょっと意識してやってください。そこはありがとうございます。ということは次あれですか、急に出てきて急に消えてったフルコンさんの僕が流れ星僕が高月さんに教えることがないんですよ。流れ星ないんで、流れ星流れ星って初めて言われたな。何を喋ったらいいんですか？とりあえずこれで今から闇ですか？いやじゃなくて、今度はもうフルコン君の技術の方へ。僕の技術ですか？いやさっきも言ったけど、今なんかお笑い枠みたいな。お笑い枠みたいなやつが普通に強い。いや、まあ昔はねやってましたね。ガチガチやってたし、パンチの蹴りも強かったし、まあそれこそ福地君、まあそもそもオーソドックスだし、福地君とは違うパンチのスタイルだし。そうですね。まあ僕はどっちかっていうとボディ効かすことばっかり考えてたんで、頭の中では。まあ打ち方はもちろんそうなんですけど、なんかカウンターとかタイミングのことばっかり考えてやってたんですよ。だから強いパンチ打つよりも力入ってないタイミングでどんだけ当てていくかみたいな。はい、じゃあコラボ内容決まりました。そこしかなんですかね。そこしかないかなみたいな。だからできるだけなんだろうな、バレないようにノーモーションで打つんですけど、なんかタイミングが一番大事だと思ってて、カウンターっていろんな定義が多分あると思うんですけど、例えば相手が打ちたいタイミングを測らないといけないじゃないですか。で測らないといけないんですけど、それっていつ来るかなって考えてたらもう出てきてるんで遅れるじゃないですか。だからある意味相手の打ちたいタイミングっていうのをどうやってこう測っていくのかっていうのが一番のポイントだと思ってて、でそれで僕が意識してたのは、一番意識したのは自分が打ちたいタイミングが相手も打ちたいタイミング、例えば離れてるところから始めていきますよね。右のじゃあストレート狙いますってなったらこうなりますよね。多分同時打ちになると思うんですね。離れてるところから入っていってこうなると思うんです。これいろんな多分距離感もあるし、自分らの肌感覚もあると思うんですけど、だからこのタイミングっていうのが合致するわけですよね。だからあえて自分が打ちたいタイミングのちょい前にスタートするっていうのをずっと意識してて、だから自分で自分のことを騙すんじゃないみたいな形で、こう離れてるところからこういう形で、要は普通は打つ時ってパンチ打つ時も踏み込んでこう打つじゃないですか。踏み込んでこう打つ。これをまたやってもた。当たりますよね。またやってもた。申し訳ない。場所が悪い。こう踏み込んで打つのを踏み込まずに抜きながら打つとか、そうすると若干 1,2 の 1,2 の1で出せるじゃないですか。その辺を考えて、自分が出したいタイミングがポンと抜く。わざと自分でなんだろう、バランスを崩していくっていうか、感覚をちょっとずらしていく。そうすると綺麗にカウンターがこう当たってくる。自分を騙して攻撃していくから面白い発想ですね。相手に合わそうと多分みんなするんですけど、相手に合わそうとしてる時点で相手もう出ちゃってるんで、それに動きがこっちがスピードがなんぼ速くても多分同時打ちぐらいにしかならなくて、それよりも相手が出す前に出さないと間に合わないっていうところで僕はそうしてましたね、ずっと。これ目の前に立たないと分かんないかもしれないです。感覚がそう。立てば絶対分かる。なんだろうな。来るって思うちょっと前に始まってるってこと。そうです。だから線の線とか言うじゃないですか。5の線とか線の線とか。その線の線ばっかりを意識してて。でも例えばパンチからローキック。相手が打つ、例えば一番分かりやすくパンチ打ってもらってこのタイミングとか、これって当たり前にワンツー打ったらローが飛んでくるんで、ワンツーが来てこのタイミングで打つみたいな。ってすると相手はローキック出しないんですけど、実はそれがカウンターのタイミングになってるみたいなとかをすごい意識してましたね、僕は。っていう感じですかね。ちなみに
多分、はい、視聴者には、はい、若干伝わりづらいのでこういう系は、具体的に今みたいに、例えば、例えばワンツーローだったりとか、ワンツーローだったりとかだと、基本的に試合とかだと、半分肌感覚とか、事前に試合見てて、この選手このコンビネーション多いから、これが来たらこれが来そうだからこのタイミング合わせようとかってあると思うんですけど、多分そうやって言うと分かんない人たち結構多いんで、具体的にこんなコンビネーションのこのタイミングっていうのを1個2個ぐらい難しいところありますね。もう難しいところがあって、どうなんでしょう。なんかこうコンビネーションに何やねん近いね。いやコンビネーションに合わせるっていうよりはちょっと距離感を僕は意識してて、その距離が少し遠いところ、この距離で遊ぶっていうか、この距離で多分、なんか例えば、軽く組み手っぽくなったらって出したり、この出す時もなんだろうな、抜く力を抜いて後ろ足で蹴るっていうか、後ろに重心を一旦送ってやってると遅くなるんで、重心真ん中のまま抜きながらちょっと足開いてパンと持ってったりとか、足開いてパンと持って持ってったりとか、なんかそういうことは意識してるんですけどね。難しいですか？多分今の要はちょっと考えてみます。要はこの踏み込みなしでいきなり届くところじゃなくて、ちょっとでも、必ず初動が必要なぐらいのところで、遊ぶというか、要は取るタイミングを取るってことですね。軽く一歩踏み込んだところっていうのが一番多分体重が乗りやすいところだと思うんで、中でごちゃごちゃやってると相手も緊張してるじゃないですか。で相手が緊張してる状態で打ったってやっぱりなかなか効かなくて、相手が緊張がない瞬間っていうのはちょっと離れた瞬間とか、打つ直前の瞬間だとか、打ってる瞬間っていうのは意外と力入ってるんで、だからカウンターになっても効かないですけど、打つ直前は抜けてるんですよ実は。今からフッて入れる、フッてここのタイミング、なんかそういうのは、やってたかな。なるほど、そうか。確かに打つ直前にそもそもどっかに力入ってたら威力出ないし動けないから。そうです。絶対0-100というか、この動き出しは0でここから3入るんで。そうです。この不安の時にそうですどっちかじゃないですか。多分山がこうなってて、腹筋の力の入り方って殴ってる瞬間に一番力入ってるんですよ、マックスに。ということはこのマックスで打っても仕方ないんで、マックスの前か後なんですよね。で後で狙っていくともらっちゃってるんで、やっぱり自分の体勢も崩れることも多いですし、後でそれがこう上がってこう落ちることじゃなくて、こう上がって徐々に落ちていくタイプだと思うんで、僕の感覚としては。だから後で行くよりも前、だからその本当に上手い人の組み手見てると一方的に自分の攻撃だけを打ってる、それはカウンターになってるんじゃなくて一方的に打ってるんですけど、全部行こうと思うタイミングちょい前で行かれてるから止められてるっていうのがほんまに上手い選手かなと思うんですけどね。なるほど。いや、いいこと聞いた。いや、いいことを言いましたね。面白かった。ちょっと僕が空手やってること分かったでしょ。そう、なんか大体いつもそういう、なんかお笑い枠みたいな。なんかせっかく強いのになって。お笑い突っ込んでワコンやな。でもさっきの話、大きく振ると結局バレるんで。やっぱりその最小限で打つっていうことは、構えのところがそのまままっすぐ出す、引っ張ってくるんじゃなくて、でここでどんだけ体重乗っけようってするった時に、僕はもう基本前足を浮かすんですよ。前足を浮かして体重乗っける。これでこの瞬間に固めて打つっていうのは全パンチで意識してるんです。全パンチほとんどは。だからアッパー打つ時でも片足も浮いたりとかもするし、あえてこうちょっと平行っぽく自分の体倒してあげるとか、だから綺麗になんか立とうとする人多いじゃないですか。綺麗にもうこのまま打たないといけない。そうじゃなくて、あえて自分の体重で打っていって、あとは体固め方意識するかなって。ありがとうございます。大丈夫ですか？バリバリ大丈夫です。よかったです。ありがとうございます。もうあれですね。多分僕のチャンネルをしか知らなければ、もう
見た目はこんなんだけどすごい空手詳しい人。いやいや空手詳しい見た目こんなんだけど見た目こんなんだけど詳しい人っていうのは伝わる。ぜひ僕のチャンネルも見てください闇の動画やってますんで。すごい。もうね、今日オスの5段階がすごいよ。まあそんなフルコン君も福地君もサロンやってて僕も見させていただいてた。ありがとうございます。よかったら概要欄貼ってあります。ぜひお願いします。見てみてください。ありがとうございます。じゃあさっき福地君のチャンネルでもいつもの使命はやってなかったんですけど、何ですか？そうなんですよね。今日 YouTube を見ていただきありがとうございますみたいなやってたんですけど、今日も YouTube を見ていただきありがとうございます。このチャンネルは皆さんの応援によって成り立っております。応援の方法としてはいいねボタンと何ですか、コメント、チャンネル登録をお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。なんで俺が言うてんの？なんかあるんですか、そういうの。あるんですか、そういうの。テンプレはあるんですけど、今のでちょうどいいから出すで。これ使い回ししましょう。使います。じゃあ今日ありがとうございました。ありがとうございました。っていうか僕佐々木さん出てもらってない。そうですね、得意技。つま先蹴り？得意技。トーキック。僕いります？スポーツトレーナーとして出てほしいな。体の使い方。ちょっと待って。右かなったことがいいですよね。そうですね。そしたらそれこそスポーツ理論とかでも何でも全然。そしたら多分高傑さんって僕今このお話全部聞いてで多分自分の中の理論っていうかあるじゃないですか。この場合こうしようみたいな。だからなんか大きいなんか力の伝わり方こうやるのおすすめですみたいなのがいいかなと思って今話聞いててちょっと言うとできてもらってこれで強く打てんの？本当に？振り方ね。ちょっとでそのベクトルの作り方をどうやりますかとかっていうのって角度こう打ちなさいっていうの分かんないんで、なんかこのゴムのめちゃくちゃいい使い方聞いて。そうですね。後ろ蹴りのコンビネーションで一番多いのがパンチ耐えさせてこのパンチ外しますのタイミングで回ってやると相手ってこう胸に対して、当然こういう風にしたら、負けてしまうのでこれグッて耐えようとするけどこいつをシュッとすかすとあれパンチを持ったタイミングで来なかったっていうタイミングでそのままスコッて後ろ蹴りがいけるんで